今回はトルコキキョウをイメージしてタイルモチーフを刺繍していきます。4つのステッチで完成させていきます。最後までご覧いただけたら嬉しいです。はい、それでは始めていきます。まずは下書きをしていきます。毎回水で消えるチャコペンを使用して下書きをしています。中央の点々部分は見えなかったらなんとなく書いても問題ありません。はい、それでは布を刺繍枠にはめ込んで刺繍をしていきます。最初に使うのはコスモの822を使用していきます。2本取りで縫っていきます。花の中心部分をフレッチノットステッチで2回巻きで縫っていきます。この部分はですね、しっかり図案通りじゃなくてもランダムに中心部分に刺せてれば大丈夫です。花びらの線との間に少し空間が空くように刺します。次です。コスモの2032を使用していきます。こちらも2本取りで使用します。今度はブランケットステッチをしていきます。花びらすべてこのステッチを入れていきます。中心の花びら2枚は図案通りに上下に糸を渡らせるように刺していきます。トルコキキョウの花びらの細かい曲線を意識して縫ってみてください。ステッチとステッチの間隔はやや細かめに縫っていきます。花びらの半分の長さでブランケットステッチを入れていきます。花びらの先の部分だけ色ついているようなイメージです。グラデーションになるように外側の花びらはステッチの間隔を少しだけ開けて縫ってみました。はい、それでは次はコスモの2500を使用していきます。2本取りです。先ほどのブランケットステッチの間にストレートステッチを入れていきます。このステッチは花びらの図案の上下をしっかり埋めていきます。外側から2段目まで入れて、中央部分にはストレートステッチを入れずに終わります。最後のステッチに移る前にですね、外側の四角い枠の部分にステッチを入れるための印をつけていきたいと思います。最初4つ角に 0.5 センチぐらいの線を入れていき、中央に順に線を入れていきます。最後にコスモの318を使用していきます。6本取りでレイズドチェーンバンドステッチを刺繍していきます。聞き慣れないステッチ名ですよね。応用的なステッチの一つで面白くて簡単な縫い方です。
先ほど入れた印部分にストレートステッチを入れていきます。すべて縫ったら、今度は最初に入れたストレートステッチの部分に右下から左上に針を通し、次に右上から下に向けて針を通していきます。この時針が後に続いている糸の上を通るように引っ張っていきます。同じように右下から左上に針を通し、次に右上から下に針を通していきます。このステッチを最後まで連続で入れていきます。一番最初のステッチ部分に針を入れて裏面で縫い留めます。はい、いかがでしたでしょうか。無料図案が概要欄にありますのでご利用ください。ポーチやバッグなどに刺繍しても可愛いですよ。